この動画はこんな感じの逆立ちではなく、このような倒立を目指す動画です。逆立ちと倒立は似たようなものですが、逆立ちというのは逆さまに立っていればどんな姿勢であれ逆立ちです。一方、倒立というのは体操選手のような美しいまっすぐな逆立ちのことを言います。逆立ちしかできない人のアクロバットはこんな感じで肩が前に出て突き放せていません。一方、倒立ができる人のアクロバットはこんな感じで突き放しが全然違います。倒立は様々なアクロバットの基礎となりますので、ぜひマスターしてください。この動画ではまず倒立がうまくできない理由と正しい倒立の姿勢について詳しく解説し、その後効率的な練習方法を紹介していきます。レベル1からレベル10まで段階的に練習方法を紹介していきますので、全く逆立ちしたことがないという人でもレベルアップしていくように上達を実感できると思います。概要欄にレベル別のリンクも貼ってありますので、飛ばしてみたい方は概要欄からどうぞ。では早速いきましょう。まず倒立がうまくできない人のできない理由を詳しく解説していきます。これは正しい倒立をする上で最も重要なポイントになりますので、絶対に理解していただきたいところです。倒立がうまくできない理由は、ズバリ肩甲骨が上がっていないからです。倒立初心者はこんな感じになってしまう人がほとんどです。僕自身何百人もそういう人を見てきました。この倒立を見ると体操の指導者は、肩を出さないで腕をまっすぐ上げろとか、お腹を落とすな、腰を反らさないでまっすぐにしろと指導したりします。では腕をまっすぐ上げるにはどうすればいいのでしょう。また腰を反らさずに伸ばすにはどうすればよいのでしょう。その具体的な解決策が肩甲骨を上げることなのです。実際にやってみてもらいたいのですが、まず肩甲骨が上がらないように肩を下げたまま腕だけを正面から上げてみてください。この辺まで来るとそれ以上腕が上がらなくなる位置があると思います。関節が柔らかい人はもっと上まで上がるとは思いますが、僕は硬い方なのでここが限界です。なぜここで止まってしまうのかというと、肩周りの骨はこんな感じになっているからです。腕の骨が肩甲骨の出っ張りにぶつかっています。これではいくら腕をまっすぐ上げようとしても上がるわけがないのです。では今度は先ほどのように腕を上げていきながら肩甲骨を思い切り上まで上げてみてください。肩の筋肉が耳に当たるくらい腕をできるだけ上に突き上げるイメージです。そうすると先ほどよりは腕が上にまっすぐ上がると思います。この時の肩甲骨はこんな感じになっています。かなり傾いて腕がまっすぐ上がるスペースができました。このように腕をまっすぐ上げるためには肩甲骨をしっかり上げる必要があるということを覚えてください。そして肩甲骨がしっかり上がっていればお腹も引っ込み、腰も自然とまっすぐになり、バランスを取りやすくなります。なぜならお腹が出て腰が出る理由は肩甲骨が上がっておらず腕が上がりきっていないためだからです。例えば肩甲骨が上がっていない倒立をすると腕は上がりきらずに肩に角度ができてしまいます。すると体幹部はお腹側に傾きます。そうなると全身のバランスを取るためには腰を反らせて足を背中側へ持っていく必要があるのです。そういった根本的な部分を理解せずに腰の反りだけを直そうとしたってうまくいかないのも当たり前です。つまり初心者にありがちな腕がしっかり上がらずに肩に角度ができてしまうのも、お腹が落ちて腰が反ってしまうのも、原因は肩甲骨が上がっていないからなのです。ちなみに倒立していない時に肩甲骨を上げるのは簡単ですが、倒立をして全体重が腕にかかった状態で肩甲骨を上げるのは結構しんどいです。肩甲骨をしっかり上げたままキープするには、それ相応の筋力が必要なのです。特に肩周りの筋力が弱い人は、倒立は肩甲骨を上げる筋トレだと思っていただき、肩甲骨が落ちないように意識して練習していただきたいと思います。そしてこの肩甲骨周りの筋肉が鍛えられ、腕を上に突き上げる筋力がついてくれば、おのずと他のアクロバットでも強く突き放せるようになってきます。倒立というのは YouTube でやり方をちょっと見てすぐにできるような簡単なものではありません。正しい姿勢を意識して地道に腕肩周りを鍛え、ある程度筋力がついて初めてできるようになるものです。2、3日くらいやってうまくいかないからといって諦めず、少なくとも3週間は継続してみてください。3週間でも劇的に変わってきます。そして筋力のない人でも3ヶ月ぐらい継続すれば肩周りの筋力もしっかりつき、美しい倒立ができるようになっていきます。3ヶ月なんてあっという間です。ぜひチャレンジしてみてもらいたいと思います。ではレベル1から倒立練習スタートです。逆立ちをしたことがない人は、まず腕だけで体重を支えられるように練習します。軽く手首の準備体操をして壁に近づき、
目線は両手の中央、腕で支えて足で壁をよじ登ります。肩甲骨を上げた正しい姿勢で10秒止まり、安全に着地できたらレベル1クリアです。ここでの注意点は手のつき方です。指は開いて、基本的には人差し指をまっすぐにします。足で立っているときは前に重心が傾くと足の指で踏ん張ります。これは倒立でも同じで、手の指で踏ん張れるようにこの形にします。ちなみに手は人体の骨格上、まっすぐよりはやや外に開いた方がつきやすいのですが、手の向きが横に開きすぎると指の力で踏ん張ることが難しくなってしまいますので、人差し指あたりをまっすぐ前に向けるようにしましょう。また、目線は両手の中央ですが、頭を上げすぎないように注意してください。頭を上げすぎると首の動きにつられて背骨が反ってしまいます。上目遣いで両手の中央を見るようにしましょう。そして先ほど説明したように、倒立の姿勢で最も重要なのが肩甲骨を上げることです。こんな感じに肩甲骨が下がらないよう、このように思いっきり肩から腕で地面を押すように力を入れましょう。レベル1のように足で壁を登り、さらに手を近づけていき、手のひら 1.5 個分ぐらいまで壁に近づけるようにします。近づいたら肩甲骨をしっかり上げて10秒支えて、そこから一歩前に手を出して安全に着地できたらレベル2クリアです。初めのうちは一気に近づくと降りれなくなって潰れることがありますので、少し離れた位置で行ってください。何回かやって慣れてきたら少しずつ近づけて倒立できるようにしていき、最終的には手のひら 1.5 個分くらいまで壁に近づけます。そして必ず一歩前に手を出してから着地するようにします。これは倒立の練習で怪我をしないようにするために必要なことですので、しっかり一歩出してから着地しましょう。出す手ですが、左右どちらか片方に決めておいた方が身につけやすいので、あらかじめ決めておくと良いです。決め方は側転を基準にします。側転をするときに、どっちの足を前にするかを思い出してもらい、左足が前なら、倒立から前に一歩出す手は右手になります。逆に側転で右足前に出すタイプでしたら、左手を一歩出して着地するようにします。いわゆる壁倒立です。足を壁につけ、肩甲骨をしっかり上げて10秒止まってから、ゆっくり片足ずつ降りれたらレベル3クリアです。足の前後は側転をするときと同じ形にします。僕は側転をするときは左足が前なので、倒立するときも左足が前です。これは降りるときも同じで、倒立から降りるときに最初と同じ体勢になると良いです。足の位置は遠すぎると腰の位置が低くなり、足が上がりづらくなるので比較的近い位置にします。手は壁から手のひら1個分くらい離した位置につきます。手をつくときに顎を少し上げ、目線は両手の中央ということも忘れないでください。顎が下がってしまうと前転のようになり、こんな風に潰れてしまうことがありますので、手をつくときにレベル2の時のような姿勢を意識しましょう。初めての人は壁に足をつけることが難しいかもしれませんが、腰やお尻を上げるように意識すれば必ずできるようになります。どうしてもできないときは一度レベル2に戻って、よじよじ壁を登るときの腰を上げた姿勢を思い出してからやると良いです。それでもうまくいかない場合は、人に腰を持って補助してもらいましょう。補助する人は腰が下がらないようしっかり支えてあげます。壁に足をつけることができたら、今までと同じように肩が前に出ないように注意して、肩甲骨を全力で上げたまま10秒止まりましょう。そしてレベル3でできるようになってほしいポイントは、足をゆっくり上げてゆっくり下ろすということです。バーンと壁に強打することがないよう、ちょうど足が壁に当たるぐらい絶妙な強さで蹴って、ゆっくり倒立し、降りるときは腰を高い位置に残したまま、ゆっくり足を下ろせるようになると良いです。レベル2のように壁を登って手を近づけ、手のひら1個分よりも内側に入るように、できる限り壁に手を近づけます。そして肩甲骨を上げて10秒キープし、壁を軽く蹴って背中側に倒れながら一歩出して側転をするように着地します。レベル2の時との違いは、まず手と壁をより近づけるということです。これだけ近づけた状態で肩甲骨をしっかり上げてキープするのはかなりきついです。そして折り方も重要です。手を出すのと同じ方の足を壁から離して背中側に倒れながら手を一歩出し側転のように着地します。はじめは危なくないようにほんの少しだけ手を出して降りると良いです。そして慣れてきたら少しずつ体を倒して側転のようにしていきます。
倒立練習で最も危ないのは背中側に倒れた時なのですが、こうやって身を翻す練習を何度も何度もしておけば、いつでも足から着地できるようになるので、倒れて怪我をすることはありません。怪我予防のためにも、かなり勢いよく背中側に倒れても身を翻すことができるように練習を繰り返してください。倒立の姿勢から足を開き、手踏みをします。お腹側、背中側ともに4回ずつします。足は閉じたままでも良いのですが、バランスを取るのが難しいので開いて行うと良いです。手の幅が広いとやりづらいので、少しだけ手の幅を狭くすると良いです。そして片手になるときは、上げる側の肩を引くようにします。手ではなく肩を引く意識です。ついている方の肩はしっかり上げて地面を押します。倒立で止まるには、この片手倒立で2秒は静止できるくらいの筋力とバランス力は必要です。少しずつ回数を増やしていけるよう筋トレだと思って頑張ってください。これがクリアできれば、倒立で止まるための腕肩周りの筋力はついてきたと言えます。ただし、手首や肘が痛む場合は絶対に無理はしないで練習を休んでください。腕肩周りの筋力がしんどいのは良いのですが、手首や肘などの関節が痛む場合は怪我の恐れがありますので、数日から1週間くらい倒立の練習は休むなどして怪我に注意して行ってください。ここから壁なしでもバランスを取るための練習に入ります。レベル4の時より離れた位置に手をつきます。わざと背中側にバランスが崩れるようにゆっくり前後に足を開き、倒れそうになったら指力だけで戻るようにします。5回壁から離れて戻り、もし大きくバランスを崩してしまったら、1歩か2歩前に手を出して壁に戻るようにします。この練習をすることで壁なしで倒立をした時に背中側にバランスを崩しても耐えられるようになります。また、危機回避のためにも、倒立から降りるときは、わざと大きくバランスを崩して、体を翻して安全に着地する練習も合わせて行うと良いです。このレベル6をクリアできたら、もうどこで倒立をしても怖くありません。壁を背中側にして、前後に足を開いて倒れそうになったら肘を曲げて戻ります。大きくバランスを崩したときは、一歩手を出して戻ります。5回壁から離れて戻り、倒立から降りるときはゆっくり着地します。倒立では背中側へ傾くよりお腹側へ傾く方がバランスを立て直すのが難しいです。その理由は先ほど説明したように手が L 字になっているからです。足で立っている時もつま先側へはかなり耐えられますが、かかと側へバランスが崩れると耐えるのは困難です。そのためほんのわずかでもお腹側へ倒れそうになったらすぐに修正しなければなりません。修正の仕方は肘を曲げるという方法ですが、これでもほんのわずかしか修正することができません。この倒立の練習では、そーっと足を開いて壁から離していき、少しでもお腹側へ傾きそうになったら、すぐに肘を曲げるようにしましょう。レベル6とこのレベル7の練習をやれば、背中側とお腹側、どちらへバランスを崩しても修正する能力がついてきます。ここまでクリアできれば、壁なしで倒立できる日も近いです。壁を横にして倒立し、足を少し開いて片足だけ壁に触れるようにしてバランスを取ります。一歩手を出したり、指力や肘を曲げて踏ん張ったりしながらバランスを取り、30秒キープします。倒立するときや側転をするときに、左足が前の人なら、体の左側に壁が来るようにします。右足前の人は右側を壁にすると良いです。その方が背中側にバランスを崩したときに安全に着地できます。逆にすると、側転で身を翻そうとしたときに壁にぶつかりますので注意してください。壁が後ろではなく横なので、最初の足の振り上げも絶妙の強さじゃないとうまく止まれません。そして倒立したら足を左右に開いて足で壁に触れます。横から触れているだけですので、足の支えがほとんどなくバランスを取るのが難しいです。バランスを取るコツは、やや背中側へ重心を持っていき、指に少し力を入れた姿勢を中間位にすることです。また足を例に出しますが、気をつけをして立っていて、前に傾いた時は足の指で踏ん張ってこれくらいまで耐えることができます。一方、後ろに傾いた時はこれくらいが限界です。ということは、最も安定して前にも後ろにも倒れにくい位置は、その中間であるこの辺になるのです。人は立っている時は無意識のうちにこの辺でバランスをとっています。ですので倒立でもやや背中側へ傾けて指に少し力を入れた姿勢を中間位にするとどちらへバランスを崩しても立て直しやすくなります。そして少しずつ止まれるようになってきたら壁についている足をたまに離したりしながら練習します。そしてもちろんこの倒立練習でも肩甲骨を上げたままキープすることは忘れないでください。ここまで来ると倒立で止まれるようになるかもとワクワクしてくるはずです。
その気持ちも大切ですので、ワクワクしながら練習を継続してください。いよいよ壁なしで行います。その場で歩きながらバランスをとり、手踏みしながら10秒キープします。歩くとは言っても、傾いた方に少し進むくらいにして、その場で手踏みをする感じです。大きく崩れたら大きく歩き、小さくバランスが崩れたら小さく一歩踏み出します。ちなみに誤解している人も多いのですが、倒立はピタッと止まるより歩き続ける方がずっと簡単です。これができないと倒立で止まれるようにはなりませんので、まずは歩きながらでも20秒以上はキープできるようにしましょう。最後は壁なしで倒立静止です。壁なしでいつでも10秒静止できるようにします。少しでもバランスが傾いたらすぐに微調整を繰り返して、レベル8とレベル9を何度も復習しながらひたすら反復練習あるのみです。僕の倒立も一見するとピタッと止まっているように見えますが、手の指では微調整を繰り返しています。いつでもどこでも倒立で10秒以上静止できるようになったら、あなたも倒立マスターです。では最後に全てのレベルを通しておさらいします。全てのレベルに重要なポイントがありますので、レベルをクリアした後でも少し戻って復習したりしながら継続して練習すると良いです。そしてしつこいようですが、最も重要なのは肩甲骨を上げることです。これだけはどのレベルをやるにしても意識してください。スマホで自分の倒立を撮影して姿勢を確認するのもとても良いです。自分で思っている姿勢と実際の姿勢が違っているということはよくありますので、定期的に確認することをお勧めします。練習時間は1日10分くらい、筋肉痛や関節の痛みがなければ週に6日くらいはやると良いです。またどんなレベルでも良いので、1日1回は肩甲骨を上げたまま限界まで耐えるという限界チャレンジをしてください。筋肉も辛いですし、頭に血が上るのも辛いですが、楽なトレーニングばかりではパワーアップしないものです。この限界チャレンジで技術だけでなく筋力も血管も根性もパワーアップさせましょう。倒立が止まる人なんてクラスに1人いるかいないかです。ぜひあなたがその1人になってください。倒立で止まれるようになることをワクワクしながら、上達を楽しみながら練習を継続してもらいたいと思います。でも怪我だけは注意してください。健闘を祈ります。